今回はディープダイバーミノーです。過去動画で 95mm で進めてきたミノーの最終回でボディ調を 90mm に変更していますが、ディープダイバー1の動画で紹介した最初の試作品に近いものになっています。型紙を作ります。図面をコピーして厚紙にのり付けし、アウトラインに沿ってカッター、ハサミで切り出します。今回使用している厚紙はティッシュペーパーの空き箱です。他にも牛乳パックなども使えますので、捨てずに取っておくと便利です。型紙を使ってボールペンで側面系のアウトラインをバルサ材に転記します。使っているバルサ材は 8mm 厚、比重 0.082 のものです。転記ができたらカッターナイフで切り出します。バルサ材は柔らかく、カッターナイフで切り出せますが、切れ味が悪いと潰れてしまうので、切れなく感じたらすぐに新しい替え刃に変えてください。切り出したバルサ材を側面系アウトラインに沿ってカッターナイフで削り出します。この時直線で構成されている部分はあらかじめ定規を当てて切り取っておくと作業しやすくなります。 R で構成されている部分はいきなりアウトラインに沿って切り込まずに徐々に削り込んでいくと失敗を減らせます。アウトラインよりも少し大きい状態まで削り出せたら、2つのワークを待ち針で連結し、120番のペーパーでサンディングし、2つのワークを同一形状に成形します。私の場合、待ち針を使ってワークを連結していますが、固定できれば何でもいいです。薄手の両面テープで固定するのが一般的だと思います。貫通ワイヤーに曲げ加工をするためのジグを作ります。素材はヒノキ材で板厚 12mm です。コピーした側面図をヒノキ板にのり付けし、ラインアイとフックアイ、ワイヤーを曲げる位置とワイヤーを曲げる際に逃げてしまうワイヤーを抑えられる位置に四つ目切りで小穴を開けます。小穴はこの後にドリルで貫通穴を開けるためのポンチの代わりになるものなので、深く開ける必要はありません。正確な位置に開けることにだけ留意してください。曲げ加工の起点とする釘の直径が 2.4mm なので 2.4mm の金工用ドリルで穴開けをしていきます。金工用ドリルを使う理由は、単に木工用ドリルに 2.4mm がないからで、何らかの特殊な理由やこだわりはありません。動画ではボール板で穴開けしていますが、ドリルドライバーなどで穴開けしても問題ありません。多少斜めに穴が開いても曲げ加工自体はヒノキ板の表面で行うので、正確性への影響は軽微です。もちろん思いっきり斜めはまずいので、できるだけ垂直に開けてください。穴開けが終わるとこんな感じです。釘がぐらつきなく差し込め、かつ外せるかを確認します。ステンレスバネ線 0.8mm を曲げ加工し、貫通ワイヤーを作ります。ジグに必要な分の釘を差し込み、ステンレスバネ線をセット、ヒノキ板で押して曲げ加工していきます。動画でわかると思いますが、釘を脱着式にすると曲げ加工の際に使っていない釘が邪魔にならず、かつ邪魔になった時に取り外すことができるのでとても便利です。また釘固定式に比べ釘の使い回しができるので、準備する釘の数を抑えられ、釘を外して保管するのでジグの収納スペースが小さくて済み、釘を外した状態だとただの平板なので当て木として使えるなどの利点があります。またジグが不要になった時、廃却・転用が簡単です。ジグでの曲げ加工が終わったら、ワンステップルーパーを使ってラインアイとフックアイの形を成形します。ワンステップルーパーでの成形が終わるとこんな感じです。アイの折り返し部分が開いているので、ラジオペンチとペンチで修正し、折り返し部分を密着させます。
ラジオペンチで開いている部分を内側に曲げていき、その後ペンチでかしめて密着させていきます。修正が終わるとこんな感じです。ハンダを必要な長さに切断していきます。今回は約 1.5 ミリを3個用意しました。ワイヤーの折り返し部分にフラックスを塗り、先ほど切断したハンダを1つ乗せ、小型バーナーで加熱しハンダ付けします。ハンダとフラックスはステンレス用を使っています。貫通ワイヤー完成です。完成した貫通ワイヤーをボディ左右となるバルサ材で挟み、位置を整えます。指で軽く押さえてからバイスに挟み、締め込み、ボディ左右の内側にワイヤーの跡をつけます。直ちにバイスを緩め、ボディを取り出し、内側についたワイヤーの跡をマジックを使って明瞭にしておきます。放置しておくとバルサが復元してワイヤーの跡が不鮮明になってしまうので、素早く書き込みます。貫通ワイヤーの位置を書き込めたら、ウェイトホールの位置を書き込みます。まず型紙のウェイトホール中心点に待ち針を貫通させ穴を開けます。型紙を片方のボディに合わせ、先ほど開けたウェイトホール中心点に待ち針を通し、ボディに貫通穴を開けます。待ち針と型紙を取り除き、ボディ左右を組み合わせたら、ボディ外側から待ち針を通してウェイトホール中心点を転写します。厚紙に4ミリピッチで穴開けします。片側の穴を四つ目切りでボールペンのペン先が入るように拡大し、待ち針を使ってボディに固定、ウェイトホール位置を記入します。リューターを使ってウェイトホールを加工します。先端工具は超高ビット砲弾型の 6mm です。ウェイトが直径 8mm なので深さ 4mm まで掘り込みます。4mm まで掘り込めたらウェイトを入れて確認します。ウェイトがぐらつかず、飛び出しているウェイトの高さが 4mm なら OK です。大丈夫そうなので、もう一つのボディ内側にも同様にウェイトホールを掘り込みます。掘り込み終わったらウェイトを入れ、左右のボディを合わせてぐらつかないか確認し、どちらのボディでもウェイトが同じ高さで組み立てられるか確認します。ウェイトホールの加工完了です。先端工具をダイヤモンドビット球径 1.5mm に変更して貫通ワイヤー組み立て溝を加工します。貫通ワイヤーの線形 0.8mm に比較してダイヤモンドビットの直径が大きいのですが、深さ方向に掘りすぎなければ問題はなく、余裕がある分融通が利き組み立てやすくなるので、このビットを選択しています。もう一方のボディにも同様に溝を加工します。掘り込み終わったら仮組みし確認します。愛の横方向へのズレもなく大丈夫そうなので、各パーツを掃除しておきます。左右のボディを接着します。木工用ボンドを接着面に塗布し、接着面全体に行き渡るように塗り伸ばしてから、貫通ワイヤーとウェイトをセットし貼り合わせます。左右のボディがしっかりと密着するように押さえ、はみ出した接着剤をティッシュペーパーで拭き取ります。バイスに加えて乾燥を待ちます。この時ボディ全体を挟めるように当て木を使って固定します。接着剤が乾燥したらボディをバイスから外し、リップの取り付け溝を糸の小判で切り込みます。
ボディに型紙と待ち針を使ってリップ取り付け溝の基準点を転記し、ボディに直接取り付け溝を削図に沿って加工します。リップ取り付け溝の加工には様々な方法がありますが、この方法だと誰でもある程度の精度が確保できると思います。取り付け溝が切れるとこんな感じです。平面形の型紙を作ります。ボディの片側にボールペンで平面形のアウトラインを書き込み、オーブンペーパーをボディに仮固定し、平面形アウトラインをマジックで写します。オーブンペーパーを取り外し、センターラインで2つ折りにします。2つ折りにしたコピー用紙をオーブンペーパーの内側に重ね、マジックで写したアウトラインに沿ってハサミで切り取り、切り出せたコピー用紙を平面形の型紙にします。平面形の型紙をボディに仮固定し、平面形アウトラインをボールペンでボディに転記します。仮固定の際はボディと型紙の中心線と前後端を合わせて固定します。平面形アウトラインの転記完了です。平面形を成形します。転記されたアウトラインに沿ってカッターナイフで削っていきます。おおむね切削できたら120番のペーパーでサンディングし、平面形アウトラインの成形は完了です。断面形を成形します。ルアー腹側、リップ取り付け溝先端とルアーのビブをつなぐ補助線を書き込み、背中側の角と腹側補助線を結ぶ形で断面形を逆台形に切削します。切削できたら120番のペーパーでサンディングすると基本断面形が完成します。あとはカッターと120番のペーパーでコーナー R を取るだけです。断面形の成形完了です。下地処理として二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアにベビーパウダーを混合した塗料をかけ流し、木製部分の銅管を埋めていきます。塗料が硬化したら180番のペーパーでサンディングします。ルアー全体をサンディングし、ラインアイとフックアイの塗料も剥ぎ取っておきます。ベビーパウダーを混合した割合が多かったせいか、1回のかけ流しでほぼ埋めることができました。前から見ると逆台形がよくわかると思います。もう1回ベビーパウダー混合のオートクリアをかけ流す予定でしたが、銅管がほぼ埋まっているのでそのまま400番のペーパーでのサンディングに移ります。400番のペーパーを通し終わったらオートクリアを吹き付け塗装します。使用エアブラシはノズル口径 0.5mm、 エアー圧 0.2MPa、 オートクリアの混合比は主材10に対して硬化剤1、シンナーは14です。まずドライコートで全体に塗膜をつけていき、塗膜が全体についたらウエットコートでツヤを出します。混合したオートクリア 25g を全て吹き付けるので、ドライコートとウエットコートを繰り返して厚塗りします。この下地処理のオートクリアの厚塗りでピンホールを全て埋めます。埋めきれていない場合、塗装後強制乾燥をかけるとルアー内部の空気が膨張し、ピンホールのある部分の塗膜が風船状に膨らみ失敗します。なお下
下地処理のオートクリアは最低1日は常温で硬化させてください。埋め切れていない部分を塗装前に発見できたらラッキーです。瞬間接着剤で埋めておきましょう。硬化後はこんな感じです。ラインアイとフックアイについているオートクリアをアートナイフを使って削り落とします。手と刃が近くなる作業なので、誤って手を切ってしまわないように注意してください。塗膜が除去できるとこんな感じです。ワイヤーがバルサに入っていく部分は十分に塗膜を残します。400番のペーパーでサンディングし、厚塗りで生じた歪みを除去します。このサンディングは足付けも兼ねているので全体に行います。アイホールを加工します。マジックでアイホールの位置を書き込み、リューターにダイヤモンドビット 9K3mm をセットし荒取りします。荒取りできたら先端工具をダイヤモンドビット円筒形 3mm に変更して仕上げます。使う予定のルアーアイが 3mm なので直径 3.5mm 程度に仕上げ、瞬間接着剤で目止めしておきます。二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアでアンダーコートします。ドライコートで全体に塗膜が形成されるまで塗装し、その後ウエットコートでツヤを出します。混合比はメーカー推奨値より少しシンナーを多く混合しています。エアブラシはノズル口径 0.4mm、 エアーツは 0.2 メガパスカルです。アンダーコート完了です。二液ウレタン塗料パナロックのホワイトでベースコートします。ドライコートで全体に塗膜が形成されるまで塗装し、その後ウエットコートでツヤを出します。混合比はメーカー推奨値より少しシンナーを多く混合しています。ホワイトは使用量が少ないので混合量はかなり少なく、シンナー混合後で 8g です。アンダーコート塗装後すぐに塗装しています。エアブラシエアーツはアンダーコートと同一です。パールクリアーを塗装します。アンダーコートで使ったオートクリアーを 2g ほど小分けし、パールパウダーを 1g 混合、ルアー側面と腹部を中心に吹きつけます。エアブラシエアーツに変更ありません。再度オートクリアーを塗装します。このオートクリアーにはパールの塗面を押さえ平滑にする役割があります。ウエットコートでツヤを出しながら塗装します。 GS アイクレオスミスターカラーの蛍光イエローでルアー背面を塗装します。ラッカーシンナーで牛乳より少し緩くなるまで希釈し使用します。色をつけるのが目的なので終始ドライコートで塗装しています。エアブラシエアーツに変更はありません。ミスターカラーの蛍光オレンジでルアーの顎部分をドライコートで塗装します。塗装条件は蛍光イエローと同様です。ミスターカラーの蛍光グリーンでルアーの頭部を塗装します。塗装条件は蛍光イエローと同様で、ここでもドライコートで塗装しています。最後のベースコートはオートクリアーです。このオートクリアーにはミスターカラー塗面を抑え、ウレタン塗面と同化させる役割があります。ドライコートで塗膜を作り、膜圧を稼いでからウエットコートでツヤを出しながら塗装します。アンダーコートで混合したオートクリアはここで使い切ってしまいます。
トップコートはトップコート専用のエコロックハイパークリアです。混合機はメーカー推奨値でエアブラシは変更なし、エアーツ 0.3 メガパスカルです。トップコート専用クリアは垂れやすいので吹きつけすぎに注意してください。塗装が硬化したら愛の塗膜は除去します。3D プリンターで印刷したテンプレートを使って2ミリ厚のポリカーボネート板にリップのアウトラインを転記し、アウトラインに沿って糸の小判で切り出します。糸の小判で切り出しが終わるまでは保護シートはつけたままにしています。切り出せたポリカーボネート板の保護シートを剥がし、再度アウトラインを転記し、リューターでアウトラインを整えます。先端工具は超高ビット砲弾型の 6mm です。超高ビットは安物は使わずに、よく切れる超高ビットを使って撫でるように切削してください。大体の形に成形できたら180番のペーパーでサンディングし、形状を仕上げます。形状ができたら400番のペーパーでサンディングし、180番のペーパー目を消します。テンプレートを使い、抜け止め穴の位置を書き込みます。四つ目切りで抜け止め穴位置の中心あたりに小穴を開けます。木工用ドリルの 4mm と 3mm で抜け止め穴を開けます。抜け止め穴なので少々ずれても OK です。ルアーアイを取り付けます。今回はバスデー製の 3mm です。楊枝や竹串を使ってしっかりと貼り付けたら、セルロースセメントを流して剥がれ止めをしておきます。余剰なセルロースセメントはティッシュペーパーの小よりで吸い取ります。リップを取り付けます。30分硬化型のエポキシ接着剤を使って接着します。エポキシ接着剤を取り付け溝とリップの双方に塗布し接着します。この時必ずエポキシ接着剤を抜け止め穴に充填してください。はみ出した接着剤はアルコールとティッシュペーパーで拭き取ります。リップがつくとこんな感じです。フックを搭載します。フックは今までよりも小型のものを使うことにしました。試作中はフックサイズを変更しないようにしているのですが、3番フック搭載のままでは見通しが立たない状態だったので変更することにしました。オーナー針カルティバ STX45ZN の6番です。スプリットリングは今まで通りの3番です。完成重量 9.4g です。当初 3,4 回の試作で長期テストに入れるつもりで始めた 95mm のディープダイバーミノ自作でしたが、妥協範囲に入るものがなかなかできず迷走し、今回の試作8回目でやっとよくはないが使い続けられそうなものになりました。結局全長を 90mm に変更、搭載フックも小型に、ワイヤーも細くしなければならず、予定とはかけ離れた経緯をたどることになりましたが、ルアーの設計以外では
視聴してもらった方に参考になる部分もあったのではないかと思っています。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。